イチロー先輩とやるのがもう本当人生の目標でしたから。宗君でしょ。宗君って言われた。でも想像以上にやっぱすごいな。五十嵐亮太です。お願いします。今回ですね、元メジャーリーガー、超有名なメジャーリーガーですね。もう彼に会えば誰もがハッピーになるっていう僕も大好きで。今日どんなお話を？僕もなんですけども、彼もメジャーでいい思いもしてるけど、そうじゃない結構苦しい思いもしているので、メジャー時代の話をねしていけたらいいと思います。大谷選手とかってメジャーでめちゃくちゃ活躍してるじゃないですか。マイナー経験もないんですよ。これ結構マイナー経験辛かったりとか苦しかったりするので、今華やかなところを見てる方が多いと思うんですけれども、そうじゃない裏側、その辺もね話していけたらいいなと思います。今回のゲスト、川崎宗則さん。よろしくお願いします。サラボーイ。りょうさん、いい。サラベミグセユイ。はい、ガイサイ。グッドシーユから始まる。グッドシーユ。黒いね、胸ね。いいね、さすが現役。嬉しいです。りょうたさんが伊賀チャンネル。伊賀チャンネル。嬉しい。呼んでくれてありがとうございます。すぐ行くよということでマネージャーに言いましたよ。はい、もう。すいません、本当に。心配なのお兄ちゃんだ選手だからね。そう。どうですか、体。体の方はもうりょうさん痛いです。痛いんだ。やっぱり肩も痛いですし、足も肉離れギリギリ。俺もちょっとこの間野球教室やった時、肘めちゃくちゃ痛いからね。痛いでしょ。せーの。投げるの大変です、ね。でも肉離れとかしないの？いやもうギリギリのところで、でもまあ一応トレーニングしたりしてるんで、今楽しく43なんですよ、りょうたさん僕。43 years old。3 years old ね。いいね、このテンションでアメリカでもやってたんですよね。Yeah, America's the best。メジャーリーグ見に行きたいけど、モバイルチケットとかスタジアムへの移動とか荷物の持ち込み制限とか面倒なことが多いんだよな。そこのお困りのあなたに朗報です。 MLB 公式パートナーの JTB なら面倒な旅の手配をまるっと解決。誰？ JTB なら日本語のできるスタッフがあなたのメジャー観戦を手厚くサポート。当日のスタジアムまでの送迎や不慣れな方には添乗員付きツアーも。メジャー観戦初挑戦するなら JTB MLB で検索。僕ね、今回この企画っていうのは伊賀チャンネルなんです。伊賀チャンネル。もう人生は旅だって後にくっつけているので、旅をする上でやっぱりいろんな人と壁なく行けるじゃないですか。行ける。僕も比較的行けると思ってたんだけど、やっぱりなかなか難しい部分を胸にちょっと聞きながらというところなんですけど、まずはですよ、メジャーの話しましょう。メジャーリーグ、メジャーリーグ、俺すごいなと思うんですよ。こっちからオファーを出してどこの球団ないですかっていうのがエージェントの仕事じゃないですか。ですよ。で宗の場合ってマリナーズ行くっつったよね。マリナーズ行くって言ってた。めっちゃ怒られたっす。やってしまった。だよね。で自分の可能性を殺すわけだもんね。殺した。他行かないから。僕マリナーズ1本だからって言ったわけでしょ。すごい男だよね。いや男じゃないよ、これはやっちゃいけないで。もうまあまあ、いやこれね、りょうたさんやっちゃいけなかったのよ。で当時は知らなかったの、仕組みを。よく知ってたね、仕組みを。いや仕組みをっていうか、そういった意味で言うと世の中の仕組み全部知らない人。知らない。大体マイウェイでしょ。マイウェイだから。マイウェイでしょ。鹿児島工業からで福岡ダイエーホークスに入って野球しかしてないの分からないですよ。そうでしょ。なんならチェストの意味もつい最近したじゃん。いやチェストの意味は教えてくれたのりょうたさんです。皆さん伊賀チャンネルご覧の皆さん、伊賀チャンネルが違うチェストって何なんだっていう意味な話になった時に「宗チェストって分かって言ってんの?」って言って「いや分かんない」いやなんとなくっつって鹿児島の上に行けとか意味ですよっつったらりょうたさん調べてくれてね。それ何でした？知恵を捨てよ。そう考えすぎるな。考えすぎるな。 Don't take it too much。 そう。 Don't take too much。だからそれ合ってんの？合ってんの。でそれからりょうたさんに言われたじゃないですか。もう何年か前に3、4年前に「いや!」って言われて、みんなに聞いたら「いやそうだよ」って、五十嵐さんの言う通りだよってことで、だから俺りょうたさんが言わなかったらもうずっと説明できなかったんですよ。でも聞かれてもなかったもんね。聞かれてもなかったもん。だから周りも大したなんかそこを深掘りする必要ないと思ってたんだよね。イギーが深掘ってくれて、そのおかげで今使わせてもらってますよ。だからイギーの YouTube チャンネル来たら俺は来ないといけないの。いやいいね、いきなりスタートからこのテンションありがたいんですけど、アメリカでシアトルマリナーズしか行かないって言ったじゃん。もうイチローさんとやるみたいな感じだった。イチロー先輩とやるのがもう本当人生の目標でしたから。中学校の時に憧れて右打ちをりょうさん左に変え、イチローさんが振り子までやってた。今の小学生とか振り子の方分かる人も分かんない人多いんだよ。振り子やってた。でも右バッターだったんで、やっぱりいきなり左に変えて中学校3年生の時なかなか打てなかったけども、高校行って
よかったね。だからホークスに入れたんでしょ。でその間イチローさんと一緒に野球やる機会はあったってこと？ありましたね。2006年に WBC の大会で初めてイチロー先輩と会うことになりました。それはプロに入って5年目ですね。ドキドキっすよ。でなんていう話？いやいや、もう福岡ドームでいきなり合宿だったんですよ。その時に、福岡ドームの当時のシーホークホテルに泊まって、夕方だったかな、3時半からミーティング。めっちゃ覚えてんな、すごいな。で僕3時半からミーティングで、僕西岡、今江と青木、典親が一番若いんですよ当時。やっぱりミーティングなんで30分前に行かないといけないじゃん。早いな。早い。もう椅子とか用意せないかんのかなとか思ってよし行こうと思ってエレベーターパッと待ってたら、僕と今江といてざわっするんですよ、亮太さん。やっぱりなんか感じた。もうイチローさんが来るのは分かってる、いるのは分かってる。でもさすがに30分にぐらいに来るから来ない30分前来ないと思ってたら、来ないざわっと思ったパッて見たらイチローさんがちょっと歩き方に似てるな。うわー来てエレベーターではあいつもお世話になってます。お世話になってもないなってないけどな。もうパニックって大好きな人だしおね。川崎です、よろしくお願いしますって言ったら「宗君でしょ」って言ってで当時イチローさんがよく行くお店と僕がよく行くお店がかぶっていて、でその人が言ってたんでしょうね。僕が熱烈的にイチローさんのファンで、そういうことでイチローさんが「宗君でしょ」って「宗君」って言われてもうそっからいきなりスタートの前にもうエレベーターからミーティング会場に行ったの覚えてないし、もう当時の王さんには悪いんだけど王さんのミーティングも全然覚えてない。まあそれぐらい衝撃だったってことだ衝撃だったねね。初めてお会いしてで一緒にプレーするわけじゃない。どうなの？番号交換とかして番号交換もさせていただき、毎年自主トレをお願いしましたね。そうだ、やってたね。やってた。 FA のタイミングでじゃあアメリカそうで行ったってす。こと？国外 FA を取った時に、もう球団にも言ってて、で代理人とかもちょっと分からなくて、どうしようと自分で探そうかと思ったら、じゃあ違うらしいです。やっぱ代理人をつけないといけないという本当にルールも知らなくて、でも目的はイチローさんとやりたかったんだもんね。僕はメジャーリーグでやることじゃなくてイチローさんのところでやりたいっていうのが目的だったんで、当時その代理人さんから言われたのはちょっとオファーが来てたと。でマリナーズは行きたいって、別に来るならいいよって、一番悪い契約なんでここなんだと。まあそうだよね。でも僕はこの契約の問題じゃなくて、この彼のところ彼のルーティンを見たいとっていうことでオファー決定。オファーはもうマイナー契約で行かしてもらいました。だからイギ言った通り、そのメジャー契約って華やかな部分と、マイナー契約とこのまた違う表裏一体なんだけど、表は華やかだけど裏は大変じゃないですか。だからそこの契約にサインしたんですよね。すごいね。金額も差あるわけ。いや金額も差ありましたね。マイナー契約だから2000万。そうです、マイナー契約2000万です。メジャー契約だったら8000万。ちょっとかなりすごく下がって大変だったんですけど、やっぱそれぐらいイチロー先輩のところでやろうと。でどうだった？いやよかった。できないなと思いましたね。もうやってることを。イチローさんのやってることってすごいイチローさんしかできないんじゃないかなっていうぐらいのルーティンが勝ってる。イチローさんどっちかというと同じものを食べれ続けれる人です。しかも同じ時間に。でも野球選手って同じことをやり続けること比較的得意だよね。得意です。俺も別にやれって言われたらできるもんね。わかる。それをいかに新鮮に毎日フレッシュな状態でできるかが鍵で、4日間亮太さん同じレストランに行きます。同じものが来るんですよ。僕も1日目イチローさんと同じチーズピザ、コーヒーうまいんですよ。うまいな。アメリカのイチローさんのこだわってるピザだろうしうまいんですよ。シンプルで。2日目うまいんですよ。また2日目もうまい。2日目も同じピザなの？同じピザすげえな。3日目うまいんだけど1日目2日目のテンションはない。わかるわかる。4日目同じのできた時に僕はもう「ん?」ってなるわけですよ。そしたら先輩「うまい!」4日目も嘘言え。お前嘘はつくなよ。言わないよ、嘘じゃないよ。イチロー先輩マジうまいって言うわけですよ。イチローさん。イチローさんはですよ、このフレッシュ度なんだろうな、1日のリセットのボタンがポヨヨンってあんのかなと。でも俺も実はヤンキース時代にメジャー上がった時イチローさん黒田さんがいるところに行ってるわけよ。すごいじゃん。この日本人2人すごかった。やば。こんなとこで俺やっていけないと思ったね。やっていけない俺も。イチローさんとかもさ、もう早く来てさロッカーでストレッチして黙々と自分のことをやる、準備して球場行ってやるっつって、あんなんでもさ選手が近づいて話聞くスペースなんてないよね。ないですよね。ずーっと動いてますよね。もう動いて音楽聴きながらパーってストレッチして、でパパパって時間来たら時計も2つあるんで、ロッカー見ました？2つぐらいあるんですよ。あるある。
でユンケルもカチャカチャ開けて、ユンケルもあるんだ。ユンケルもそれ言ってたね。いつも7時試合だったら6時、絶対6時して6時1分とかいいないですよ。6時ぴったりです。6時の間に飲みます。カチャカチャ僕その時いつもイチローさんがカチャカチャってやってから、あ、6時かよしってトイレとか俺も僕もいろいろこうやるんだけど、お前イチローさんのルーティンを真似するんじゃなくて、イチローさんのルーティンで時間を利用してるってそうじゃん。なんだったらイチローさんを時計にしてるっていう説が、そんな感じだよね。いやいや、その時こればかりです。すごい。いやでもそれぐらい正確なんですよ。それさ、イチローさんに聞いたの、なんでそういうきっちりやるんですかとか。要するに700打席1番バッターで立つんですよ。同じスイングをどれだけできるかなんですよ。バッターってスイング同じできないんですよ。やっぱり年間で何回も打ち方も感覚も変わるんですよ。こうやる時もあればこうやる時でもある。もそうやって言うじゃん。状態に合わせたスイングとか、例えばピッチャーにとかバットの重さを変えるとかって言うじゃん。言いますよ。形を変えるとかシーズン中。そういうのないの？絶対しないですよ。バット変えないの？変えないです。マジで？バットはもうイチローさんがオリックス入って3年目か2年目に出会ったバットがあるんですよ。それから1回も変えてないらしいです。そしてですね、もう一個すごいのが、イゲここにバットがあるじゃん。例えばジャッジのバットありました。でイゲとおジャッジのバット、僕もおジャッジ、触るじゃないですか。これもしません。人のバットを触りたくないです。感覚もおかしくなるから、先輩は。だからこの手のひらの感覚がものすごいんですよ、センサーが。結構野球選手って変わることとか進化することみたいな言う人多いけど、イチローさんじゃもう変わらないです。バットは絶対変えないですね。でそのルーティン化してるのもあんまり変えたくない。マリナーズに行くって決めたのが2012年でしょ、はい、行くって決めて、イチローさん途中移籍しなかった。ヤンキース行きました。そうだよね。そうなんですよ。その年にかぶってんのよ。どんな感じ？イチローさんとやるってきたのにもう行っちゃうわけじゃない。いやでも僕今考えてみれば日本式考えだったなと思って、同じチームにいることはものすごく望んでて、最初は行ってほしくないと思ってたんですけど、行ってあっちにイチローさんがプレーしてる時にいきなりですよ、移籍したいのがヤンキース、いきなりマリナーズした時、でもこれはこれでアメリカの文化なんだなと思ったんです。寂しさもあるけれども、寂しさもちろんあるけど、メジャーを感じるよね。本当シーズン中に消える選手とか、トレードとかならまだいいけど、普通にリリースされる選手とかっているじゃないですか。もうちょっとショックだよね。ちなみにその12年っていうのは自分で行きたいって言ってメジャーに残れたってこと？残れたっす。すごくないそれ？すごいっすよ。で僕自身が芝になれなくて内野手だったんで、あとスライディングですね。このスライディングの練習をとにかく崩されるんで危ないっていうことでよくやってたんですよ。もうスライディングした時にね、もうあっちが来るからですね。僕は日本と野球のアメリカの違い。僕も英語は喋れなかったんですけど、当時はもう毎回朝飯と、あともうみんなの夜飯と行って、英語も覚えてみんなからこうそうか、通訳なしで言ってんのか。その通訳つけるのは全然好きじゃないんで、英語はなんとかなると思って行ったら全然なんとかならなかったんだけどでそもそも英語は得意だった？全然得意じゃないです。でしょ？ただ外国人ホークスの時来た時によく外国人ご飯行ってたんですよ。ノリがなんか合うからなんとかなるだろうと思って行ったらなんとかならないんですよ。でも1年終わってちょっと自信つきましたね。マチロさんのおかげですよね。いかがですか、今日話聞いて初めて聞くことも多かった？いやもう大体知ってたんですけどでも想像以上にやっぱすごいなっていう、この勢い昔から変わんないんだみたいな。なんかお金よりも自分の目的であったり目標を達成するっていうこの信念のぶれない感じがすごく羨ましいしかっこいいなと思いますよね。自分がやりたいことを貫き通せる強さみたいなのがやっぱ胸らしくていいなと思います。今日はたくさんいい話聞けたんでっていう話でちょっとチャンネル登録今日はですね、川崎さんに来ていただいてですね、僕もすごい楽しい話を聞かせてもらいました。で僕はね、チャンネル登録してくださいって言わないんですよ。やっぱりこれを見て楽しいなとかチャンネル登録したいなって思ったら勝手に手が伸びると思ってるので、それを貫き通そうかな。いいぞ、いいらしい。いいでしょ。そういうスタンスがいいよね。相手になんかもう委ねるというか、そう任せるよって It's up to you。ただ川崎宗則が好きだと思った人はね、一等札だから。また来るよ。また裏話持って来るよ、イギチャンネル。だからチェックしてた方がいいよ。亮太は言わないけど俺が言う。押してくれ、すぐ押してくれ。これはこれで問題あるだろ。お前言わないけど言わせてんじゃんみたいな俺言われてる。いやいや、やだことやだこと。すいません川崎さん、ありがとうございました。またね、みんな待ってるよ。ということでまた